皆さんこんにちは、枠彫りです。今回は見ながら掘れる面彫り馬をやっていきます。こちらが主体になります。ダウンロードできるリンクを概要欄に貼っておきます。はい、こちらが型紙になります。型紙は2種類あります。まずは1の方で荒彫りをして、それが済んだらパーツを掘り出すときに2の型紙を使います。はい、今回使った木材です。こちらゼルトン材。幅が6センチ、狭い方が3センチになります。高さは型紙に合わせて使っていただければなと思います。ダイソーの木材でも代用可能です。ぜひ試してみてください。今回使った彫刻刀は11本になります。クリーマで販売している彫刻刀基本セット第1弾、第2弾を合わせた10本と一部五輪の平刀を使っています。ノコギリは3本使っています。細工用のノコギリと切断用のノコギリ。右のは引き回しノコというノコギリになります。その他は筆記用具と短めの差し金、そしてピンバイス。ピンバイスは足の間や尻尾の間など、そういうところに穴を開けるのに使います。それではまず横の型紙を合わせて、この絵を写していきます。絵が写し終わったら入り墨にノコギリを入れて、彫刻刀でいらない部分を取っていきます。はい、これで側面の余分が取れました。側面の余分が取れたら次は正面を取っていきます。型紙と木材の間に隙間ができているので側面の絵を写す時よりも難しくなっています。時間をかけて丁寧に作業して写してください。心配な場合は少し余裕を持って取っても大丈夫です。ここで重要なのは面の形や傾きを木材につけるということなので失敗しないように写してください。できたら入り墨にノコギリを入れます。そして彫刻刀でまた外側を取っていきます。取る場所が大きくて平刀や小刀では一気に取れないときはまず丸刀で、大きく量を取ってしまってから平刀などで鳴らしていくといいです。表面の凸凹はそれほど気にしなくていいです。はい、正面と側面の余分が取れました。はい、型紙の2を使って足や尻尾の位置をこういうふうに点で打っていきます。点を打つことができたらそれぞれの点をつなげて、型紙の形を木に移していきます。この時も型紙を信用しきるんじゃなくて木材に書いてある足の絵や尻尾の絵を見て細すぎなかったり太すぎなかったりそういうのを確認してください。はい、お尻の形や首の付け根の形、顔の形などを写していきます。大体の見た目で、サイズを測ってもいいですし、こういうふうに差し金で測ってやっていっても大丈夫です。絵が描けたら線と線の間の斜めの部分、いらない部分を小刀や平刀で、斜めに取ります。それができたら丸刀などを使って本格的に量を取っていきます。量が取れたらまた平刀や小刀で、面を慣らしていくという作業をしていきます。はい、首の根元も取っていきます。丸刀で量を取って平刀や小刀で鳴らします。はい、耳の形を出します。耳の形を出しながら一緒にたてがみの、形も出していきます。小さい丸刀を使って量を取り、小刀や平刀で鳴らしていきます。
首の内側の部分、斜めを出しながら顔の輪郭を一緒に出します。はい。後ろ足の部分、馬の一番太い部分から前足の方に斜めを出していきます。全体的な傾きを出すことで、体に立体感を出すことができます。引き回しのみを使います。尻尾の内側の部分を細めのノコギリで形作っていきます。大体のパーツが出せました。ここから斜めを出しながら面を整えていきます。今は量を取っただけで表面がデコボコしているので、それを整えていきます。整えながら全体のバランスを見て、おかしなところ、量が少なすぎたり多すぎたりするところがないかを確認しながら面を整えていきます。表面を整えました。これでだいたい小彫り、整理ぐらいでしょうかね。まだ細かいところは、小さい木くずがついていたりします。表面を改めて整えます。整えながら木くずなども、取っていき、面の傾きなどを確かめたりとか、線の綺麗さとかもここで、綺麗に仕上げていきます。はい、これで面ボリューマが完成しました。今回の動画はダイジェスト版になります。メンバーシップの方でなるべく編集しないで動画の素材、彫っている素材をそのまま載せていこうと思うので、動画を見ながら一緒に彫りたいという方はメンバーシップに登録してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。バイバイ。